芸術の街金沢。この街には個性的で唯一無二のカフェやホテル、図書館が潜んでいます。ということで今回はのんびりカフェを巡りながらホテルや芸術を楽しんでいきます。おはようございます。ただいま朝の7時45分。石川県の金沢駅に到着しました。朝早いこともあって駅周辺は比較的穏やかです。金沢駅といえばこの大きな門です。アメリカの旅行雑誌で世界で最も美しい駅の一つに日本で唯一選ばれているそうなんです。想像していた以上に大きくて迫力がすごいです。早速お散歩をしつつ朝ごはんを食べに行きたいと思います。朝一にやってきたのは文化カフェ。金沢のアートや文化の融合をテーマにしたカフェだそうです。See the same things you can see, understand the meaning on a new degree. Maybe that could happen when you're next to me. I just wanna see the same things you can see. I just wanna go out and walk with you. Baby, you know I just like to talk with you.You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out and walk with you. 早速アボカドトーストをいただきます。アボカドはトロトロでチーズとの相性が抜群ですね。パンも噛むほどにライ麦の風味が広がります。ちなみにガラス張りの建物なので太陽の光を浴びながら食事できるのが快適すぎます。今回はモーニングとして伺いましたが、ランチやカフェにも使えそうですね。金沢に住んでいたら確実に何回も来ちゃうやつです。そしてサラダと人参ラペも美味しかったです。アートギャラリーのような雰囲気の中でゆったりとした時間を楽しめました。続いてはバスに乗って金沢市内を観光していきます。向かっている先は石川県立図書館。建築がすごく美しく、地元の人の間でも大人気のスポットだそうなので行ってみたいと思います。バスを降りて図書館まで歩いていきます。石川県立図書館に到着しました。吹き抜けの天井に無数の本棚。まるで劇場のような雰囲気です。なんだか鳥肌が止まりません。この図書館は4階構造。約30万冊の本が用意されているそうなんです。2022年にオープンしたこの図書館。大人気すぎて開館たったの1年で100万人を突破したそうなんです。それだけ話題になる理由が来てみて分かっちゃいます。独特な世界観に圧巻です。
館内を歩いているだけでワクワクしちゃいますね。あまりにも広すぎて迷子になってしまいそうです。とりあえず館内の地図を見ながら順番に見学していきたいと思います。本棚はテーマ別に整理されていました。世界に飛び出す、生き方に学ぶなどユニークなテーマがたくさんあります。思いがけない一冊や新しい本に巡り合える気がしちゃったり、本を見ながら散歩するのが楽しすぎます。そしてまだまだ驚くことがありました。それは椅子。館内には100種類を超えるさまざまな椅子があるそうです。その数なんと500席。どの席に座って読書しようか迷ってしまいます。不思議な形の椅子があったり、可愛いカラーの椅子もあったり、充電が完備されている椅子もありました。中には外国製の可愛い椅子やソファーがあったりも、日当たりのいい席もありました。気になる本を探すのもいいですが、お気に入りの席を探すのもとっても楽しいです。そして石川県の魅力が展示されているコーナーもありました。本以外からも石川県の文化や美意識を感じられる場所で、図書館というより美術館にいるような気分になったりしますね。静かな空気の中で本を読む人、景色を眺める人、いろいろな人たちが楽しんでいて、とても素敵な空間でした。この通りすごいいいな。遠くの山まで綺麗に見える。景色が良すぎる。気づいたら図書館に3時間くらい滞在していました。それくらい快適すぎましたね。そしてただいま図書館近辺の道を歩いています。近くにカフェがあるということで向かっております。それにしても景色が良すぎますね。とてものどかな街です。目的地に到着しました。6:50 a.m. on a Tuesday. Bathed in bird song. The moment I wake, turn the dial. なんかいい香りがするなぁと思ったら、お店のそばに金木犀がありました。早速入店しました。店内は落ち着いた雰囲気が漂うアットホームなお店です。家具は北欧から取り寄せたアンティークものだそうです。とにかくおしゃれなんですね。
壁にはカフェで提供しているメニューの絵が飾ってあったりしました。実はこの喫茶店、昔は東京に出店していたそうなんです。今はもうないですが、かつては1日で約700名が来店するほどの人気店だったそうです。さて、2階の器を見に行こうと思います。6:50 a.m. on a Tuesday. Bathed in birdsong. The moment I wake, turn the dial to the right place. This is my morning, the Tennessee way. さて、街中に戻ってきました。本日泊まるホテルへチェックインしたいと思います。本日宿泊するのは高林居10階建てのホテルです。アーチ型の外観が特徴ですね。中に入るとすぐ現れるのはショップでした。シャンプーやトリートメントなどホテルアメニティが売っています。後でお部屋に入って詳しく見たいと思います。そして本日泊まるお部屋は5階。エレベーターに乗って行きます。洞窟のような廊下。独特な世界観に引き込まれます。小さなアーチのもとにキングサイズのベッドが特徴のお部屋です。コップは石川県の伝統工芸である九谷焼でした。石川の雨上がりの夕焼けを模したグラデーションデザインが特徴です。このホテルのオリジナルコップだそうです。お茶は2種類ありました。一つは台湾茶、もう一つはハーブティーです。
さて、ホテルのオリジナルブックを発見しました。せっかくなので少し読んでみます。この本はホテルが建築された背景や歴史、施設について書かれています。こだわりとか使われている家具、器のことまで丁寧に書かれていて、読むほどこのホテルに魅了されていきます。そしてこのホテルは10階建て。今回は一番小さな客室ですが、他の客室も泊まってみたくなっちゃいますね。客室以外にもプライベートサウナやスパがあったりもするそうです。そして朝の7時から夜の11時までやっているラウンジもあるということで、行ってみたいと思います。さて、お風呂に入りたいと思います。バスルームは白を基調とした空間です。
お風呂に入ったところで金沢で買ったものを紹介していきます。創業約90年の老舗和菓子店金沢浦田で購入しました。1個から購入可能でしたね。こちらは縁起のいいお菓子なので、お土産だけでなくお祝い事にも最適です。続いては喫茶コクリコで買ったお皿たち。店主さんが一つ一つ手作りしたお皿です。まずは小さなお皿。黄色と緑色のお花柄が可愛くて購入しました。続いては白いお皿。フォルムが可愛くて購入しました。このお皿はサラダ用に使えそうですかね。薄くておしゃれなお皿でした。そして最後はちょっと変わったお皿。周りにドットの入った深皿です。独特のデザインでついつい購入しました。カレーを作ってこのお皿で食べたいなとも思いましたね。おはようございます。本当ならもっとベッドで寝ていたいところですが、どうしても人混みを避けていきたい観光地があるので、早朝の散歩をしていきます。日の光が綺麗。人通りが少なくて朝早く起きてよかったな。でも意外にちらほら朝から散歩してる人が結構いるんだよね。みんな朝早起きだな。ホテルを出発して金沢城の近くを歩いているのですが、朝の金沢の雰囲気が良すぎます。大通りは散歩やランニングをしている人がいますが、小道に入ると全然人がいなかったりと快適です。車の音も少なくてのんびりお散歩ができるのがいい感じですね。東茶屋街にやってきました。金沢の風情ある街並みを体感するのにうってつけのスポットです。ここのエリア、昼間はすごい人であふれる場所なので、人が少ないこの朝の時間に来てみたかったんですね。石畳の道が特徴的なこの場所。かつて芸妓遊びができるお茶屋さんが軒を連ねる茶屋街として賑わっていたそうです。今はその建物たちはリノベーションされ、カフェや雑貨屋さんが入っています。外観は昔のままですが、中はモダンでおしゃれなお店が多いみたいですね。
歩いているだけで楽しいし、写真を撮りたくなる場所ばかりです。朝の静かな時間に来てよかったなと思いました。ランチが豪華すぎる。続いては東茶屋街のお隣のエリアにやってきました。この辺りも国の重要保存地区として選定されているそうです。浅野川沿いにある美しい街並みが素敵です。昔ながらの料亭や茶屋が立ち並んでいます。わあ、すごい小道につながってる。すごい。たくさん散歩をしたところでカフェに寄り道することにしました。早朝からオープンしているカフェを見つけたので向かいます。通りにはまだ観光客の姿もなくて、地元の人がちらほら歩いているくらいですね。金沢の朝はどこを歩いていても穏やかで平和です。築120年の町屋をリノベーションしたアンゴロカフェ。イタリア大好きなオーナーさんが営んでいるカフェになります。そして近くに神社があったので少し寄り道です。安江八幡宮にやってきました。
ここは縁結びや開運など様々なご縁を結んでくれる神社として知られています。そして特徴的なのが境内の至るところにある丸いフォルムの縁起物、八幡さんです。紫、白、赤、黄、緑の5色の八幡さんがいます。それぞれ意味がちゃんと決まっているそうなんです。健康と成長の意味の緑色、安全と安泰の赤色が多めですね。ちなみにこの八幡さんは願いを込めて神社に奉納してもいいし、お守りみたいに持ち帰っても OK だそうです。お口のままゆりくん一回抱っこしてもらって、みんなでもう一個ギューッとくっついて。ありがとうございます。丸いとこです。ありがとうございます。さて、混雑しないうちに自宅へ帰ります。帰りの新幹線は白鷹号。中途半端な時間のおかげで自由席がかなり空いていて助かります。今回の金沢はカフェでのんびりして図書館で静かに過ごして、朝は誰もいない茶屋街を歩いて、ホテルでは好きなだけ引きこもって観光地をがっつり巡るというよりのんびりした旅行になりました。天気が良かったのも本当にラッキーでしたね。ぜひ次は雨の日の金沢にも来てみたいと思いました。ということで今回の一人旅はここまで。お疲れ様でした。